大人視点だと刺さりすぎるキャラ。赤ずきんちゃちゃのセラビー先生。子供の頃はちょっと変わった先生ぐらいに似てたけど、今考えると好きな人の子供時代をモデルに人形作って本人もいるのに腹話術やってるのはだいぶやばい。穏やかで紳士的な先生だと思ってたけどガチのヤンデレだしめちゃくちゃやばくて怖い。ドロシーと子供たちが離れていった時は帰る場所がなくなれば自分のそばに来るしかなくなるとして世界滅ぼそうとしたし、ドロシーちゃんが歪むのも納得のヤバさなんだよね。サスケは子供の頃だとクールでかっこいいと思ってたけど、今見るとほんとろくでもないやつに見える。逆だわ。昔はなんだこいつと思ってたけど今見るとかわいそうな子供すぎる。スラムダンクの安西先生は教育者としては疑問。田岡先生の方が子供を気にかけてる。当時はなぜか気づかなかったな。北斗の拳のシーン。子供の頃強い敵、大人になって泣ける。北斗の拳ラオウ。子供の頃なんかわからんけどすげ。大人になってただの中二病やんけ。アンパンマンかな。子供の頃は敵にとどめを刺さないし仲間をかばってやられているし、自分のパワーがなくなるのに顔を他人に食べさせるしなんて非効率でなまっちょろいやつだと思っていた。大人になってみた時にアンパンマンのあり方に感動した。若い頃は銀時のことを糖尿病寸前のおっさんと思ってたけど、大人になってみると若くして自暴自棄になって内臓壊し気味の若者に見えるんだよな。ヌーベイに年齢が近づいていって追い越してからわかるヌーベイの成熟ぶり。物語上仕方ないけど妖怪的な意味でも犯罪者的な意味でも治安が悪すぎるし、これで教師の仕事は過労死レベル。声の形の可愛い。連載当時は血液沸騰するほど大嫌いで吐き気がする弱と思ってたのに、なんか最近の善人解釈を見て読み返したら悪いことしてないしむしろ普通に良い子で驚いた。彦星十郎。子供の頃のイメージ、ぶっきらぼうで献身にひどいことを言う厳しい師匠。今献身にめちゃくちゃ甘いなこの人。献身はみそじ主人公だったこともあって子供の頃はすっごい大人だと思ってたけど今見ると割と七点抜刀してんなって思った。特に師匠に対しては甘えてて反抗期真っ只中。鎌倉物語の一色正和。昔武術の達人であり知識も豊富な文武両道のエリート。今解雇中であり秋子へのモラハラが目立つ老害男。遊戯王の城之内。子供の頃いいやつだけどバカだな。今頑張ってるよ。すごいよ君は。両親が離婚して離れ離れになった妹との仲は良好だし、借金背負ってからアル中で働いてない父親にも俺が借金返したら今までのことも水に流して仲良くやってこうぜって成人かお前。正直中学生の頃からあの父親のことは諦めた方がいいんじゃないかなと思ってた。チャチャはセラビー先生もだけどドロシーちゃんも見る目変わった。子供の頃は意地悪でヒスってるお姉さんだったけど大人になって見返すといい女すぎる。そもそものヒスの原因は先生だったし。ドロシーちゃんは子供たち全員の面倒も見てるし優しくて努力家ですごくいい女だよ。実はモテるんだけど言い寄ろうとする男たちはみんな秘密裏にセラビー先生が始末してる。暗殺教室の政府の偉い人。子供の頃は嫌味な大人で嫌いって思ったけど地球の命運を考えたらそりゃそうだよなって言い分に理解できるようになった。キャプテン翼の北爪監督。見返したらまともな言動しかしてなかった。最終的に監督が折れただけで作者もヒューガが悪いって感じで書いてそうだしな。デジモンかな。昔は結構喧嘩したり仲違いしてんなと思ってたが、改めて見てみるとデジモンという怪物だらけの島に子供たちだけで放り込まれてよくあんなにたくましく冒険できたもんだよな。しかも思ってた以上に皆が賢くて精神が安定してたわ。一番わがままだと思っていたミミですら想像以上に里い子だった。当初はミミちゃんわがままでうるさいと思ってたけど今はあんな異常な環境でよく頑張ったよ。うるさいと思ってごめんよミミちゃん。からくりサーカスのなるみ。当時はあんなどひどい目にあったらオートマータ絶対殺すマンになっても仕方ないよなと思ってたし、今でも仕方ないよなって思い自体は変わってないんだけど過激派殺すマンすぎて見るのきつい。進撃の巨人のキース。まだ世界を知らなかった子供の頃はなんだか情けないなこの人ってうっすら思ってたけど、年重ねて世界を知って自分がどれだけちっぽけで平凡な存在かを突きつけられて、周りと比べて自分の価値に悩んだり苦しむキースの気持ちがよくわかるようになった。セルゲイ・スミルノフ。昔は渋くてかっこいい大人に見えてたけどさ、奥さん死んだ後接し方わからないで息子ほっぽって部下引き取って家族ごっことかさ。これを当時理解できたのが息子を演じた声優さんだけという悲しさよ。息子と距離を置いて仕事に逃げるだけならわかるんだが部下と親子ごっこがえぐい。子供の頃は無断出撃したけど主人公がちゃんと成果を上げたのになんで修正されるんですか。ブライトやクワトロくらいの年になったわい。カミーユ、お前何やっとんねん。カツはもっと何やっとんねん。
昔はコロスケがわがまま言ったりトラブルを起こすたびに腹立ってたけど今見たらすげえ可愛いわ。等身大の子供らしい弟ポジションのキャラって子供からは嫌われがちだけど大人視点だと可愛いなって思うケースよく見る気がする。セインとセイヤのデスマスク。子供の頃は何きべいに言ってんだ最低と思っていたけど、歴史を学んでみると正義など時代や立場によってまるで変わるはその通りだった。アイオリアは少年漫画の正統派ヒーローって感じするけどデスマスクはリアルにいる大人の男なイメージだわ。年取ったらあのダーティさやヘタレさも含めてかっこよく見えてくる。デデププの句。子供の頃は普通に句ってかっこいいよなと思っていたのに大人になってからこのシーン読み返した時あまりにも直球のナルシストっぷりに爆笑した。こういうスレのお約束メンバー、またこのキャラかと思われると思いますが、いないと寂しいので、ドラゴンボールの父、ご飯戦いに行かせるの邪魔しないでって思ってたな子供時代。大人になると、まあそりゃ止めるよねってなる。ナメック星行く前のくだりで、子供は子供らしくしてればいいだって言ってたのが大人になるとまさにその通りだとしか思えなくなる。時代が悪かったのは仕方ないとしてこいつの身勝手さで招いた大罪は許されない。ただ監督自身は、セイタが悪いで終わらせないでほしい。とも言ってる。言うまでもなく悪いのは戦争だしな。ハイジのロッテンマイヤーさん。無有病の引き金を引いた張本人であることに違いはないけど、そもそもロッテンさんが出してた条件に何一つ当てはまらないハイジを連れてきたデテが諸悪の根源だし、普通に真面目で仕事熱心な人だよなと。厳しすぎて融通が利かないところはあるけどクララという特殊な子を受け持ってたらそりゃそうなるよなとも思うし。ロッテンマイヤーさんはクララへの愛情と責任感がありすぎて子離れできないお母さん状態だったのかも。だから一時的にクララと離れたのはお互いのために良かったんだろうなって今なら思う。クレシンのミサエ、子供の頃は手抜き家事とか笑ってたけど、家族、夫婦仲良好かつ専業主婦とはいえ乳幼児2人の子育てもして家事も時には手を抜くこともあるとはいえきちんとしているしで余裕でおかんですやんとなった。その点あたしんち母ってすごいよな。最初から最後までやべえ母親でブレないんだから。あたしんち母は子供の頃読んでた時は何もおかしいところはないように思ってたわ。大人になってから読むと成長期の子供たちにもっとおかず作ってやれと思う。ゆずがメガネの度が合わなくなったから買い替え希望したらどうせまた合わなくなるんだから最初から強い度で作りなって切れるのやばすぎ。それでじゃあ買ってくれなくていいよって怒ると私何も間違ったこと言ってないのにって被害者面までしたす。年上と付き合うなんてリカちゃん夫なからの犯罪者やば。当時16歳の教え子に手出して最終学歴中卒にした桜パパも大概やばいけど、桜の両親みたいなのは20世紀の漫画ならそれほどキーな設定じゃないんで。物語を読む年齢でイメージ変わりますよね。やっぱり子供時代からいろいろな作品に触れると物語を何倍にも楽しめるな。何かが心の金銭に触れた名言というわけでもないのに心に残って離れないセリフをまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。